皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの首都モスクワに対するウクライナ側のドローンとみられる攻撃が行われるようになりました。今回の動画では、ロシアの首都がまだまだ防空体制が整っていないことなどから、今後もウクライナ側はドローンを飛ばし続けるだろうという話とともに、ウクライナ軍の戦術が変わることによってどのような変化が前線にももたらされているかについて解説していこうと思います。まず第一に、ウクライナ軍にはこれまで開発中ですよというドローンについての話はありましたが、実際に表立って使われるようになったドローンが登場したのはつい最近のことです。これまでロシア側は長射程のドローンといえばイランから導入したシャヘドが有名ですが、これに対応する射程の長いドローンというのをウクライナ側は持っていませんでした。ウクライナ側は必要に迫られてそのような長射程のドローンを開発していることは表明していたものの、試作機のようなものがようやくロシア側領内に飛ぶのがせいぜいで、正式な名称がつくものはなかったのです。今回、ロシアの首都を襲ったドローンについてはようやく名前が決定し、その姿なども公開されています。こちらがようやく完成したウクライナの長射程のドローンです。名称はビーバー、射程距離は1000キロ以上。搭載する火薬量については、イラン製のシャヘドよりも多いとされています。ただし、急ピッチで開発されたことから、その生産コストは残念ながらシャヘドよりも2倍近くあり、これからいかにして生産コストを下げて安い兵器として作っていくかが課題となります。こうした長射程のドローンができたからといって、これでモスクワを襲い続けるというのは実はあまり効果がありません。というのも、搭載できる火薬量は大したものではありませんし、またモスクワを襲ったとしても一般市民が犠牲になればむしろプロパガンダに利用されるだけであまり戦争への影響はないからです。むしろ私はこのような長射程のドローンができたことにより、ウクライナ側はもっとロシアの生産設備、特に工場類などに対する攻撃を行うべきでしょう。それは何も軍事工場だけに限る必要はありません。例えばロシアの基礎工業力から言っても工場を襲われることは非常に大きな影響が出ることとなります。本格的な侵攻が始まる以前のロシアというのは精度の高い工業用機械などにおいてはドイツに頼りきりでした。しかし本格的な侵攻が行われることによりドイツはこのような精密機械などの保守点検サービスなどについては現在のところ全く断っている状態ですから、精度に狂いなどが生じた際にもこれを直すことがロシア側の技術者たちはできないこととなります。ですからウクライナ側のドローンが精密機械を使っている工場などに対する攻撃を行うと、それに伴って強い振動などが加わると、そもそも機械が動かなくなるロック状態になることもあるのです。なぜそのような処置がされるかといえば、販売元の企業が売り渡した先の企業において分解された上で、その内部などについて詳細な分析などをされると困るものですから、強い衝撃などが加わったことなどを理由として警報を発したり、もしくはそもそも動作がそれ以上は行われないようにするプログラムなどが埋め込まれることがあるからです。また、ロシア側との規格をより鮮明にするためにも、ウクライナ軍が持つ長射程のドローンはもっともっと軍事基地を中心とした攻撃を繰り返すべきでしょう。このあたりは、ロシア軍が行う長射程のミサイル攻撃などが、ウクライナの民間人、特に集合住宅を狙うことなども多いことから、その対比は非常に鮮明となることでしょう。ロシア側としてはそのように、一般国民を殺害することによって、ウクライナ人の厭戦気分を高めることを目的としているわけですが、このようなやり方は第二次世界大戦で像をかき立てるだけで、実際の戦争に大きな影響を与えることはないというのが一つ結論付けられています。だからこそ理性的に非常に準軍事的な効率を目指して軍事基地や軍需工場、またそれ以外の一般的な精密機械産業などに対する攻撃などを繰り返すといったことがロシアの工業力や戦闘力に対する打撃を与える上でも重要でしょう。さて、長射程のドローンに続いて戦術の変化についての解説を続けていきましょう。現在ウクライナ軍が行っている長射程の攻撃はイギリスやフランスが供与したストームシャドウが今は最も激しい攻撃を行っています。このストームシャドウは射程距離は輸出版仕様で約300キロ程度に抑えられているものですが、現在のウクライナ軍にとっては非常に頼りがいのあるものです。これまでウクライナに供与されていた長射程の破壊力のある兵器としては、ハイマースによる攻撃があったわけですが、これは射程距離が80キロ程度で、どうしてもロシア軍はそれ以上遠いところに補給物資など集積していますから、
なかなかそれらを一掃することができなかったのです。ストームシャドウが入ってからというもの、前線からははるかに遠い場所においても、ロシア軍の司令部であるとか、流通拠点などが爆発することなどがよくあるようになりました。そしてこれに伴ってハイマースの役目も変化しました。ロシア側が対応したこともあって、ハイマースの射程距離内には大きな軍需物資の集積は行われないようになりました。ですから現在、ハイマースの攻撃は遠距離兵器による撃ち合いの中にも加わるようになりました。ロシア軍の榴弾砲やロケット砲といった遠距離攻撃をする兵器に対して積極的に砲撃参加するようになったのです。ハイマースによる砲撃戦への参加によって、イギリスの国防省は遠距離攻撃での戦いにおいてはウクライナ軍の方がより多くの打撃を与えていると評価しています。ただし、一つ一つの局面においてウクライナ軍がより高い戦果を上げていたとしても、まだまだ戦いがこれによって決定されるわけではありません。ウクライナ軍がやっていることは何かといえば基本的にはよりロシア軍の戦闘力を削ぐための非常に地道な攻撃であって、占領されてしまった土地を奪還するための戦いは地上戦で行わなければならないからです。ウクライナ軍による遠距離攻撃によってロシア軍の前線で戦う兵士たちに対する補給を少しでも鈍らせる。そのために行われているのが徹底した遠距離攻撃なわけです。例えば先日はストームシャドウによる攻撃とみられるものが、ウクライナに占領されているクリミア半島とヘルソン州をつなぐ橋において行われました。クリミア半島からヘルソン州へと入るルートとしては2つあり、その1本が寸断されたわけです。そして生き残ったルートについていても、ハイマースによる攻撃が加えられることがあることから決して万全な状態ではありません。このような状況を繰り返し起こすことによって前線に対する補給が滞ることがロシア軍の守備力を下げることへとつながってきます。非常に地味なことですが、これを繰り返すことが領土奪還の最速の道なのです。では、陸上部隊がなかなか前進し占領地を大きく奪還することができないのはなぜかといえば、それはもっと単純な話として地雷が非常に多く、これを処理するのにとてつもない労力がかかるからです。対戦車地雷というのは古くからある兵器ですが、言い方を変えれば無人兵器です。ばらまいてさえおけばそこに通りがかったものが大きな打撃を受ける。作りは簡単で製造コストも安い。しかし破壊力は十分だというわけで侮れない兵器だというわけです。ですからロシア軍に占領された地域を取り戻すために進軍する際には野菜の薄皮を剥くように一つ一つロシア軍の陣地を攻略し前へと進んでいく非常にゆっくりとしたものとなっています。しかしそのような戦いの時に激しい砲撃が加えられるのか、ロケット弾が飛んでくるのかといった話などをするときに、それらの攻撃を少しでも減らすことが結局のところ、ウクライナ軍の戦いを継続的にするためには必要で、現在行われている遠距離攻撃というのはそのような遠くから飛んでくる攻撃をより少なくし、そして前線にいるロシア軍の補給も滞らせることによって銃弾飛び交う最前線の戦いを少しでも楽にしようとするものです。なおこのような少しずつしか前進できない状況を指して日本の報道では欧米の軍事支援が滞り気味なのではないかといった話などがされていますが、それについては少し勘違いが広がっているので訂正すべきでしょう。以前の動画でも解説しましたが、対戦車地雷がたくさんあって、それに伴って欧米から供与された戦車や歩兵戦闘車が破壊されているといった問題などは取り上げました。しかしそれに伴って破壊された特に歩兵戦闘車については損傷した数よりもより多くの追加供与などが発表されていることから、アメリカへの意思はかなり確かなものです。それは破壊された以上の歩兵戦闘車を供与するから、それでもって戦闘を継続し前へと進めという意思です。私としてはアメリカはエイタクスミサイルのようなより長射程の兵器をどんどんとウクライナに供与してくれれば最前線の苦労ももっと減るのにと思うのですが、このあたりはバイデン政権はロシアの核兵器による威圧といったものをかなり重要視していることでしょう。ロシア側はウクライナ軍の反撃がもしも成功したならば核兵器の使用なども考慮しなければなみたいな話をする人たちがいるわけですが、プーチン大統領は果たしてそこまでのことができるかといえば私はかなり疑っています。例えばプーチン大統領はロシアの国土が少しでも奪われれば核兵器を使うぞなどという話をしたかのようなところもあるのですが、そもそも論で言えばロシアは勝手にウクライナの領土を占領し、それらの領土をもはや併合した。今はもはやザポリージャ州であろうとヘルソン州であろうとドネツク州であろうとこれらの土地はロシア本国領だと名乗っているわけですから、
ウクライナ軍が領土奪還を進めていることによって、ロシア領が削り取られているというのが、プーチン大統領の言い分に従えば現実なわけです。そうであるならば、ロシア本国領がすでに奪われているんであれば、核兵器を使うといったあの言葉は嘘だったんだなという話になるわけで、彼の言葉というのが基本的には恫喝の類に過ぎないというのも一つの現実だと私は思うのです。バイデン政権はこのような核の脅しに屈せずに、さっさとウクライナに対する特に戦車供与の話を進めるべきだと思います。対戦車地雷がたくさんあってなかなか進めないなというのであれば、それらを上回る勢いで戦車や歩兵戦闘車を供与して前へと進めさせればいいというのがもっと前面に出てほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナの突撃型ドローンに長射程のものが正式に発表されました。これに伴ってロシアの首都モスクワを攻撃できる手段が入ったわけですが、そんなこともできるんだぞという程度にとどめて、ウクライナ軍はもっともっとロシア領内の軍事工場や精密機械産業などに対する攻撃、さらには軍事基地などに対する攻撃なども繰り返すことによってロシア軍の継戦能力を少しでも減らすことに注力すべきでしょう。そして前線においても欧米から供与された長射程の兵器を使って今はロシア軍の兵隊や補給基地などを襲うことが日常化しています。あとは最前線に対する手こ入れをどうするかで、そこにはまだまだアメリカの関与が必要でしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。